これでわかるマグダラのマリア。謎多きマグダラのマリア。イエスの選ばれし弟子の一人だったとか、実はイエスの妻だったとか、罪深い女だったとか、絵画の題材にはもってこいです。まず、よく代筆される同じマリアという名前の聖母マリアについても少し触れておきますね。聖母マリアは突然ガブリエルという天使からあなたは神の子を産むと言われ、処女のままイエスを身ごもります。実はこの時婚約者ヨセフがいて、イエスの誕生の後、マリアは普通にヨセフとの間に子供が生まれているわけですが、そこはタブーなのか、ヨセフはおじいちゃんのように描かれ、性的なものを感じさせないようにコントロールされているという説もあります。つまり、処女イコール清らかな聖女というイメージがあるからでしょうか。聖母マリアに関してはイメージが統一されている感じがしますが、マグダラのマリアは画家によって描かれ方が全然違います。だから面白いのです。一般的に罪深い女だったがイエスにより改心して聖女となったというイメージが強いのではないでしょうか。もっと言えば罪深い娼婦のイメージ。でもこれ本当でしょうか。実はこの説怪しいみたいです。なぜなら、まず聖書の聖典に書かれている彼女はイエスによって7つの悪霊から解放され、イエスの卓形を聖母マリアと共に見守り、イエスの埋葬に立ち会い復活したイエスが真っ先に彼女のもとへ行ったことが書かれています。どこにも娼婦だったとは書かれていません。そして外典。外典とは新約聖書の中に入れられなかった文書ですが、ここに書かれているのは彼女は神秘的な能力を持ち、イエスの寵愛を特別に受け、男性の弟子たちの嫉妬を買い、確執があったということ。ここにも娼婦だったとは書かれていません。ローマ教皇グレゴリウス一世により、他の福音書にある女性もマグダラのマリアと同一人物だったと言われるようになりました。その2つというのは、ルカの福音書罪深い女とヨハネの福音書ベタニアのマリアです。罪深い女。イエスが食事の席についていた時に一人の罪深い女が泣きながらイエスの足元に近寄り、イエスの足を涙で濡らし、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻をして香油を塗ったという話。ベタニアのマリア。イエスの足に香油を注ぎ、その足を自らの髪で拭ったという話。ここから罪深い女がイエスの足元に駆け寄るイメージが定着したようです。でも本当にこれはマグダラのマリアと同一人物なのか、何かしらの意図がありグレゴリウスにより情報操作されたものなのかわかりません。ちなみにこれは西方教会だけで、東方教会では罪深い女とマグダラのマリアは同一視していないようです。あとここからはグレゴリウス一世ではないのですが、同一化はそれだけにとどまらず、姦淫の女という話もマグダラのマリアではないかとなりました。姦淫の現場を取り押さえられた女を石打ちの刑にするかどうかイエスが尋ねられたところ、罪のない者がまず石を投げなさいと言って誰も投げられず女性を救い許したという話。これもどこにもマグダラのマリアとは書かれていませんが、この話が彼女だと思われるようになって今のイメージが濃くなったのかもしれません。ただ実際にどうであったかはわかりませんが、いろんな幅ができたことで絵画としてはがぜん面白くなっていきます。画家は遠慮なく妄想し楽しんで描いていたのではないでしょうか。いくつかのマグダラのマリアを紹介させてください。まずティッツァーノ。苦行中とは思えないほどふくよかで艶やかな体。アトリビュートの香油壺がなかったらマグダラのマリアとはわからないのではないでしょうか。アトリビュートとは描かれる人や神を特定する象徴物のことです。マグダラのマリアのアトリビュートは香油壺、長い金色の髪、ひざまずく姿。この絵、髪で隠そうとしていなかったら、ただ普通に綺麗な人と見ていたのかもしれないですけれども、隠そうとして隠せていないとなると、なんだか見てはいけないものを見ている感じがして照れてしまいます。
違う意味で見てはいけない気がしてしまうのがカラバッジョの懺悔するマグダラのマリア。部屋のだらしなく散らかった様子、本人のくたびれている顔、光の当たらない感じが見てはいけないものを見てしまった気にさせます。このうなだれている姿は懺悔というより投げやりになってしまったかのよう。そして見てはいけないものを見てしまった感ナンバーワンは放越のマグダラのマリア。これもカラバッジョですね。放越とはエクスタシーのこと。宗教的には神に救われる恍惚状態を示すそうです。青白い肌、半開きの唇、涙。今まさに天に昇り放越に浸っているところ。でもこの絵は神聖な場面ではなく、どちらかというと性的な方のエクスタシーを感じさせます。マグダラのマリアだからって自由に描きすぎなどでは、聖母マリアでは絶対に描けない姿ですね。同じ色気でもティッツァーノのはあくまでも聖女らしいのですが、こちらは改心前の娼婦のイメージがとても強いと思います。ただ戸惑いながらも凝視したくなる絵です。清らかなイメージと奔放なイメージは両方とも魅力的ですよね。聖母マリアみたいな奥さんとマグダラのマリアみたいな愛人がいたら最高なのではなんて言ったら怒られますかね。マグダラのマリアが人を引きつけるのは奔放な影を持つ改心した聖女という両方の側面を持ち合わせているところかもしれません。お疲れ様でした。では最後に他のマグダラのマリアの絵も見てお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。